さんこんにちは。お久しぶりです。結構遅れましたね。実は私2週間ほど韓国に行っていたんですが、途中で携帯が壊れてしまって、撮ったことも全部なくなっちゃったり、全然何にも撮ることができなかったので、今日はこういう形で動画を撮っています。結構時間が経ったので、2週間3週間くらい結構時間が経ったので、私話すのが上手ではないんですが、こんな風でも早くアップロードしたいと思って、ちょっと気まずいなんですが、よろしくお願いします。やっぱり日本の湿度はすごいですね。韓国ももちろん暑かったんですが、ムシムシしますね。髪の毛もアイロンしたのに全部こうやって、今日はですね、私が日本を好きになったきっかけについてお話ししたいと思います。多分多くの韓国人がそうじゃないかなと思っているんですけど、やっぱりアニメです。日本といえばアニメですね。私もアニメがとても好きで、初めてはアニメを見て日本に興味を持つようになりました。結構昔から、多分小学生の頃からアニメを見て、最初はワンピースを始まり、ナルトへ続きましたね。そして高校生の頃にはこのアニメにハマって、本当に勉強もしなくてこれだけ見た記憶がありますね。これの影響で日本のギャグアニメが好きになって、もし坂本ですかご存知ですか？坂本ですかと佐伯ぐっすおのサイナーなどのギャグアニメをたくさん見るようになりました。そしてですね、高校時代には学校にも私が、オタクってことが結構学校にも噂になって、ちょっと慌てたこともありますね。その時も今と同じ、私結構真面目で勉強ばかりする、そんな学生だったので、みんなが、クラスメートが私がアニメ好きってことを知って、ハニちゃんオタクだったのって言われたこともありますね。その時にはそれがとても恥ずかしくて嫌だったんですが、今考えてみると、おかげで私と反対の性格の友達とも仲良くじゃないのかと思っていますね。とってもありがたいことでした。今考えてみると、私あんまり笑ってないし、何にもしなくてじっと座っていたら結構冷たい顔で話しかけるのが怖いとよく言われたんですが、多分じゃない、私の担任先生もハニちゃんと話すのは大統領と話すのより難しいっていうこともありますほど、結構冷たい顔で、ちょっと仲良くなるまでに時間が結構かかるタイプっていうか、そんなタイプですね。
でもオタクって噂になったおかげで、いい人と友達になることができましたね。私その時アニメに登場する女の子を見てよく声優子がとても可愛いって思いました。なんで韓国の声優子はこんなにダサいなの、私も日本の高校生になりたいってよく思いました。そしてその時日本の雑誌もよく見てたし、メディアも少しずつ見てたんですが、メディアで日本の高校生を見るとめっちゃ可愛い、私もそうなりたいとよく思いました。そしてアニメの中で日本のいろんな文化を見て、経験してみたいなとよく思ってたんですが、例えばこたつ、そして着物、そして食文化など韓国と異なっていることが多かったので、いつか日本へ旅行してみようともう一度思いましたね。そして本格的に日本語を勉強し始めたのが高校2年生でした。その時は日本語か中国語を必ず選択しなければならなかったので、私は迷わず日本語を選びました。日本語の教科書には日本語だけじゃなくて日本の文化についても少し書かれていました。その日本語教科書は私が大切にしたかったので結構最近まで持っていましたが、実家が引っ越す時捨てられたんです。そして卒業して友達と日本へ行きました。大阪と京都でしたね。とても感動だったのです。一番記憶に残っているのはコンビニでだったボールペンを1本買ったのですが、店員さんがとても丁寧にそれを袋に入れてくれてとても感動しました。20歳、韓国の年では20歳ですね。20歳からはほぼ毎年日本へ行きました。結構いろんなところを大阪と京都は何度も行ってたし、東京、箱根、福岡、湯布院、宮崎、沖縄などかな、名古屋、北海道はまだですね。北海道は8月に行く予定です。旅行をすればするほどもっと日本が好きになって今ここで住んでいますね。旅行の時一番良かったのは、前の動画でも話したんですが、市民意識って言いますか、市民意識がとても高くて、静かだし迷惑かけることもあんまりないし、それでもうアニメはあんまり昔よりはあんまり見ないようになったんですが、こんな日本の全体的なことが好きで今日本に住んでいます。社会がよく整えている感じ、綺麗な感じ、そんな全体的な雰囲気、それがとても良かったです。最近私韓国と日本をよく行ったり来たりしていますが、私どう見ても韓国人にしか見えない顔とよく言われるんです。今回は飛行機で日
日本人ですか韓国人ですかと聞かれたんですね。日本に住みながら日本人しかできないことをできるだけ経験してみたいので、なんか外国人みたいな顔で外国人向けの食堂を行くのよりもっと現地の匂いがするそんな店に行ったり、そんな経験をたくさんしてみたいです。私話すのが下手くそなので今頑張って話してみたんですが、話すことがないっていうかあんまり内容はなかったんですね。すいません。今日はここまでしたいと思います。来週からはまた日本の日常動画に戻る予定ですのでよろしくお願いします。今日も見てくださってありがとうございました。